こんにちは。この動画はドリフトの練習方法の一例を紹介した内容です。実車でドリフトをしたことはなく、間違った説明をしていたらごめんなさい。今回はクラッチとシフトの操作を行わず、サイドブレーキも使いません。機材環境は CSLDD に、ペダルとシフトは G27 のものを使用しています。弱いフォースフィードバックのハンコンでも問題ありません。使用する車両はBMW M3、E30 ドリフトです。選択理由は、パワーがちょうどよく、癖が少なく、扱いやすいからです。セッティングは行わず、デフォルト設定のまま使用します。車の状態設定はこのようにします。コースはネバダフレイトデポです。そしてコースの路面設定を 96% くらいにします。初期グリップとグリップ移動を同じ数値にして、ランダム化を0にします。練習はアクセル操作、ステアリング操作、2つの操作の組み合わせの順で行います。それでは練習を始めます。アクセルの練習をします。アクセルをゆっくり、じわーっと踏みます。一気に踏み込まず、ゆっくり踏みます。一気に踏み込む礼をします。私はこの一気に踏む踏み方をしていたので、なかなかドリフトができませんでした。ステアリング操作の練習をします。ステアリングの回転量は900度でも1080度でも好みで良いと思います。はじめは900度の方がやりやすいと思います。高トルク設定のフォースフィードバックの場合、安全のためトルクを下げた方が良いと思います。右手でステアリングを軽く握ります。左手は離すか、操作の抵抗にならないよう添える程度です。2速40キロくらいで直進し、ステアリングを右へ45度から60度くらい傾け、先ほど練習したじわーっと踏むアクセル操作で踏み込みます。リアが滑り出したらアクセルを緩めます。タイヤのスキール音も参考にします。はじめは分かりにくいと思いますが、練習してこの感覚をつかみます。旋回中、右手に左に持っていかれるような力を感じると思います。滑り出しのアクセル操作の練習と、勝手に左回転する力を体感するのがここでの目的です。映像だと伝わらないのですが、旋回中にステアリングを左に回す操作はしていません。フォースフィードバックの力で勝手に左へ持っていかれています。弱いフォースフィードバック設定だと、この持っていかれる力が弱くなります。次はアクセルを緩めた後にステアリングを握っている手の力を弱めます。先ほど体感した左回転の力によりステアリングが勝手に左回転します。手は完全にステアリングを離した状態でなく、少し触れて抵抗になりながらすれて回転していく力加減です。この勝手にステアリングが左回転していく状態になれるのがここでの目的です。フォースフィードバックを弱い設定に変更します。強いフォースフィードバックだと速く回転し、弱いフォースフィードバックだとゆっくりな回転になります。車の動きによっては急に右回転に回ることもありますので、手の巻き込み、突き指などには注意してください。危険を感じたら手を離します。次は左に回っているステアリングを手で握って止めます。
止める位置はステアリングの頂点が左に1回転した時計の12時から3時くらいの位置を狙います。ステアリングを見て止めるのではなく、車の傾きに応じて止めています。止める位置は条件により変化します。今回は練習のためこの位置としているだけです。止める場所は多少ずれても問題ありません。停車寸前の状況はタイヤが左に向いているので、左に流れながら止まろうとすると思います。フォースフィードバックを G27 と同じくらいの 2.2 ニュートンメートルに設定します。フォースフィードバックが弱いと回転速度がゆっくりになります。はじめはこちらの方がやりやすいかもしれません。このステアリングを止める動作に慣れる練習になります。また、ステアリングから手を完全に離してから止めると、止めた瞬間、左に持っていかれようとします。微調整も難しいので、ステアリングに触れながら回転を止めています。最後にアクセル操作とステアリング操作を組み合わせます。ステアリングの左回転を止めた後、アクセルを踏み込んで180度ターンします。曲がりきれないときはステアリングを自分の力で右に回したり、アクセルを強くしたりして調節します。右手だけで回せない、位置変更、維持固定ができなくなってくるので、左手で補助します。曲がりすぎのときはアクセルを緩めたり、ステアリングの左回転調整をします。ステアリングの左回転の調整は、フォースフィードバックの力で勝手に切れていく力を利用し、引っ張ってもらったり、手の握りを緩めて止めたりします。これを練習して、ちょうど良いバランスの場所を見つけたり、修正したりします。この良いバランス状態を続ければ定常円旋回になります。後方視点からの定常円旋回です。ハンドル表示のためこれまで車内視点でしたが、はじめは後方視点の方がやりやすいかもしれません。アクセル操作で調整できるのであれば、より少ないステアリング修正で旋回できます。私はカウンターを当てる、カウンターが遅いなどの言葉から自らの力で素早い逆回転操作をするものだと思い込んでいました。勝手に逆回転する力を利用することが分かり、できるようになっていきました。そしてアクセル操作が雑だったので、なかなかドリフトができませんでした。うまくいかない時の原因は、ほぼアクセル操作に問題があるのではないかと思うくらい重要だと考えています。説明不足な点が多数あったと思いますが、少しでも参考になればと思います。